こんにちは。こんにちは。今回はお湯を沸かしただけでも慈愛です。慈愛って自分を愛するっていうことですよね。これって願望実現に関係ありますか？ないです。ただし間接的には関係する可能性はあるなと思っているので、ちょっと追って説明します。はい。今イルルさん、慈愛とは自分を愛することって言いましたけど、自分を愛するっていきなり聞くとなんていうか、そのハードルが高いと感じることはないですかね？はい、大いにありますね。はい。私の場合は、はい。コーチングの人に何かお風呂で自分を抱きしめて愛してるって言いましょうみたいに言われてたことがあるんですけど、はい。コーチングを受けてた時にね。でもピンとこなくてですね、できなかったんですよね。抱きしめましょう、愛しましょうっていうのが今の自分があんまり好きじゃないなと思ってる人にとっては、よりハードルが高く感じるんじゃないかと。はい、そうですね。まさにそうでしたね。当時自分のことをあまり認められなかったというか、好きじゃなかったというか、もう自分のことより彼になっていたような時期だったので、余計に自分を愛するとかそっちのけって感じでしたね。本当イルルさんに限らずそういう人はね、とても多いんじゃないかと思うんですね。でも自分を愛するっていうのは実は毎日やってることでもあったりすると。それこそイルルさんは毎朝コーヒーを入れて、それを飲んで美味しいなって感じることはありますよね。はい、ありますね。はい、それこそが慈愛っていう考え方ができるんですよね。はい、自分の好きなことをする、心地いいことをする、それだけで慈愛って言えるんですよね。もちろんです。イルルさんは散歩が好きだと思いますけれども、散歩することでリフレッシュできたりとかね、これも完全に慈愛ですよね。はい、そうですよね。だから慈愛って人それぞれ何をもって慈愛とするかはもう違ってきますよね。はい、違ってきます。でも今言ったように自分のためにコーヒーを入れて美味しいと思った、それで十分慈愛だと思ってもらっていいんじゃないかと思ってます。はい、そうなんですよね。で、めぐるは存在してるだけで慈愛だって言ってましたよね。もう生きてるだけで丸儲けっていう言い方されることもあると思いますけど、本当にそうで、生まれたことだけですごいことって思えばさ、存在してるだけですごいことみたいに思えるんですよね。で、そういう意味で存在してる、それだけで慈愛ですって言っていいと思うんですよ。はい、そうなんですよね。存在してるだけでいいってなると、もう何にもやらなくても慈愛になるよね。そうなんですよね。で、ツイートで幸せの沸点は低くていいみたいな感じのことを結構前に書いたことがあるんですけど、慈愛もそうで、それこそ朝起きられた、はい慈愛、コーヒー入れた、はい慈愛、コーヒー美味しいなって感じた、はい慈愛、窓を開けた、はい慈愛、トースターでパンを焼いた、はい慈愛。もうこんな感覚でね、いいと思うんですね。はい、本当だよね。そう考えると慈愛のハードルってめちゃくちゃ低くなるし、あれなんだ、毎日慈愛してたじゃんってなれるのもいいよね。そうです。あと話ですよ。めぐるが高校の時の友達との会話。そうですよね。めぐるが高校時代に仲良しの友達は、ほぼ一人ぐらいしかいなかったんですけど、その子と会った時に、今何してるって聞くと、息吸って吐いてるって答えが必ず返ってきて、それがおかしくてね、爆笑してたんですよ。で、未だに LINE が来る時は今何してるって書いてあって、息吸ってる、そっちはって私が返信すると、息吐いてるっていう返事が来るみたいなね。で、これも慈愛にいいなって思ったんですよね。息吸って吐いてるだけですごいみたいなさ、それだけで慈愛カウントしていいんじゃんって思ったんですよね。
はいまあ、それもいいよね。息吸って入ってるって挨拶がそれってすごいよね、そうそう、ちょっとね変わってましたよね、であとももう一つ慈愛と関連していいのかな、なんかめぐるが仕事で知り合ってからお友達になった人がいるんですけど、その人がね全然料理作らないっていう話をしてきたんですよ。で唯一作る料理があるっていうから何って聞いたら、お湯沸かすことって言ったんですねすごいよね、お湯沸かすのが料理。まあ料理じゃないじゃないですかお湯沸かすのは料理じゃないよねって言ったんですけど、まあ、その人は料理って、でもちろん辞書的な意味としては料理じゃないですよ、でもお湯沸かすが料理と言っちゃうのってもうなんたるハードルの低さって思ったんですよ、でもうお湯沸かすレベルでいいでもそれでいいじゃん、それ慈愛じゃんって思うんですね、お湯沸かした、いやーすごい慈愛ですみたいなさ、さっきコーヒー入れた、はい慈愛って言いましたけど、お湯沸かした、はい慈愛っていうぐらいでいいんだなと。はい、すごいですよね、そもそも存在してるだけで偉いぞって思えて、この息吸って吐いてすごいじゃんって思えて、お湯まで沸かしたの最高みたいな気持ちになれたらもう慈愛でいいですね。もう全然すごく簡単かつ毎日実はやってるっていう、もうねほんとこのぐらいの感覚でいたらね、慈愛しなきゃって構える必要がなくなると思うんですよ、でその自分は自分の一番の味方でいてほしいんですね、うまくいった時もうまくいかなかった時も味方でいてほしいんですよ、でそういうのがお湯沸かした、はい慈愛、コーヒー入れた、はい慈愛ってやっていくと、単純にその自分ってなかなかいいなと思えるようになるから、その味方でいなきゃって肩肘張らなくても、自然に味方になっていくように思うんですよ。はい、そうだね。慈愛と願望実現の関係はどうなんですかね。はい、潜在意識で願望実現はそう思うからそうなる、それしかないです、だから慈愛が直接関係あるとは思ってないんですけど、ただしそう思うのは自分なんですね、自分が思う、で慈愛って自分へベクトルを向けることになるので、自分が思うをしやすくなると思うんです、で自分はどうしたいのか、自分はどうありたいのか、それがより見えるようになると思います。はい、そうなんだよね。恋愛してるとどうしても彼になりがちな人はいて、自分のことなんかより彼ってなっちゃうことがあるけど、でもそれって自分に軸足を置かず彼の方にどっぷり使っちゃってるから、もう疲れる時があると思うんですね。ね、自分がしんどいと思う、我慢してると思う時ってやっぱりどう考えても無理してるわけで、でそういう時こそ自分に軸足を置くことは大切だし、慈愛をしてると自分に軸足を置くとか自分の方に目を向けやすくなると思いますよね。そうですね。彼にその向いていたベクトルを自分に向けると、で自分はどうしたいのか考える、おー今日も朝起きた、偉すぎるよみたいに、そんな小さなことで自愛している人ほど、自分に目を向けているわけだから、いざとなった時に自分に戻れるように思うんですね。これは自分の体験からも思います。はい、そうですよね。慈愛そのものは日常の中に潜んでると考えればすごく楽になりますよね。はい、一人一人のやり方ももちろんあると思いますから、自分にはこれが合ってるなっていう慈愛もどんどん見つけてほしいですよね。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。